どうもベルです。今回は、ドゥームスデイの、闇の封鎖の戦闘動画を見ながら、最近の資源事情と、あとは治療ブーストについてと、あとはめちゃめちゃ強いことで有名なんですけど、ちょっと使い方にはちょっと注意が必要な、サンダーについての、雑談をしていこうかなと思います。で、今回の、戦闘動画は、まずは闇の封鎖での、スタートダッシュでの、シェルター燃やし。で、その後に、大都市での集団戦をお送りしていくんですけども、割と今回の集団戦は、だいぶ激しい戦いになったので、ぜひ最後まで、ご覧いただけると、嬉しいなと思います。で、そんなことは、さておきまして、最近の、資源と治療ブースト事業からお話ししていけたらなというふうに思うんですけど、今って、4週間のうち、2回が闇の封鎖。で、あと1回のアイランドが来てるんで、もうほぼ毎週クロスサーバーの、戦闘イベントがあって、一応4週間に1回休みがある感じじゃないですか。ただこれ、資源と治療ブースト、本当にしんどくないですか？私も資源、前は本当に大量にあったんですけど、もうどんどん減っていって、もう多分今はもう全盛期の多分4分の1くらいしか、資源なくて、石油なんかも、ほぼ常に枯渇しているので、同盟メンバーにめちゃめちゃもらってます。本当ありがとうございますっていうとこなんですけど、バチバチに野戦戦うと、もう1時間もしないうちに、もう数百 M の資源が治療で溶けるんですよ。で、それ1日戦ったりすると、もうとんでもない量になるんで、部隊規模拡大50%、使って、T5、T6 の、5部隊使って、もうバンバン戦っていくと、もう一瞬でそれくらい解けるんで、で、あとはもちろん治療していくには、資源と、その分の治療時間を加速するための、治療ブースト必要だと思うんですけども、本当個人的には、もういつも枯渇してるんで、治療ブーストの、獲得経路増えたり、あとは本当治療資源カットのね、研究とか増えてくれるとめちゃめちゃ嬉しいなと思ってますので、運営さん何卒よろしくお願いいたします。あとは本当ね、兵隊治療じゃなくても、訓練とかで、じゃあ10万人、20万人、イベント来たから、トップ司令官の、訓練イベント来てるからとか、それで作ろうと思ったら、どっちにしろその分、何十 M と資源使うんで、結局、本来その期間って、ゆっくり資源貯められる期間のはずが、なんか資源減ってるみたいなことも、結構あって、本当どうしたものなのかなっていうふうに、嘆いてるんですけど、これ本当私より強くて、もっと戦っている人ってもちろんいっぱいいて、いやもう本当その人たちマジですごいなっていうことを、もうしみじみと思ってます。もちろん課金額も私より上だと思うので、その分も全然あると思うんですけど、ただ課金分の資源といっても、多分2万円3万円分のじゃあ課金に、じゃあおまけでついてきたの資源、ついてきた資源とかのレベルだと、結局一回病院満タンの状態で、治療ポチったら全部消えるんで、じゃそれは何回何十回とやってると考えたら、もう考えたくもないですね。ただもちろん、以前よりかは良くなっていることももちろんあって、例えば、闇の封鎖って、初回なんかは、イベント終了後に、負傷兵を回復できる、緊急治療イベント。それなかったんですけど、それが新しく実装されたり、あとは、ちょうどほんとつい最近のアップデートで、マップ上での、高レベルの資源タイルが、増えていったり、ほんと良くなっていることはね、もちろん結構あるんですけど、ちょっと個人的にはね、もうちょっとなんか、増えてくれると嬉しいなと思ってます。そんなことをこれ以上話しても仕方ないので、サンダーについてですね。サンダー、最近、大都市戦とか、あとアイランドとかで、相手が使っていることも結構増えてきて、なんか、めちゃめちゃこの人強くないっていう風に、思われている方結構多いと思うんですけど、確かに、サンダーはもう強いです。めちゃめちゃ硬いです。ただ、サンダーがなぜ硬いか。で、これって、サンダーが継承部隊を回復させまくってるからなんですよ。で、そもそも前提として、このゲームで、戦闘が発生すると、で、部隊は、負傷兵もしくは、死亡兵になっていくんですけど、戦いで減ってしまった兵士すべてが、負傷兵及び、死亡兵になるわけではなくて、ある程度は、継承部隊として、戦いには参加できない兵士になります。で、この継承部隊については、部隊を、自分のシェルターに戻せば、復活します。
で、このサンダーについてなんですけど、戦闘中に、この軽傷部隊を回復することで、常に多くの生存部隊がいる状態になってます。なので、全然相手の兵数が減らずに、めちゃめちゃ硬いっていう風になってるんですけど、ただこれ、あくまで軽傷部隊を回復させるだけなんですよ。なので、その分重傷部隊っていうのは増えてしまうんですよね。なので、普通のベラとかルイの部隊より、その分多くの重傷兵とか死亡兵が出てしまいます。あとは、耐えることに関しては、本当に一流なんですけど、逆に火力自体は本当に低いので、多分受けた被害で考えると、結構相手より多くの被害を受けてしまうっていうことがよくあります。あとは野戦でも、サンダー使ってる人、たまに見かけるんですけど、サンダーって、さっきお伝えした通り、他の部隊より重傷兵が多くなりがちなので、なりがちかつ、火力が低いので、なので、小規模な野戦だと、なんかむしろ相手にいると、その分ギルが稼げることもあって、個人的にはむしろありがたい相手だったり相手だったりすることもあります。ただ、レイジスキルで、回復に加えて、敵に範囲のデバフをかけることができますので、覚醒させることで、すいません、敵に範囲のデバフをかけることができまして、なおかつ、覚醒させることで、新しいスキルが解放されて、味方のダメージアップを、することができるので、集団戦では、ちゃんと活躍することができます。で、一応そんな感じで、話してきたんですけど、サンダーは、重傷兵が増えやすくて、あくまで、耐える専門のヒーローであるということを、理解した上で使えば、ちゃんと強いヒーローなので、さすがに私の動画をご覧いただいている方はないと思うんですけど、割と海外勢の人とかで、このゲームのこと全然分かってない人とかだと、サンダーでラリー打ってる人とかいたり、あとはリーとかでラリー打ってる人も実際にいるんですよね。で、リーもそうなんですけど、ほんと各ヒーローには、ちゃんと状況ごとの適性があって、で、そのヒーロー自体は、ちゃんと強いヒーローであっても、使うべきではない状況でそのヒーローを使ってしまうと、あれこのヒーロー弱くないっていう風になってしまうので、ちゃんとそのヒーローの進化を発揮するためにも、そのヒーローの特性を理解して使っていくというのは非常に大切なのかなと思います。でここで少し宣伝を挟ませていただくと、一応私が投稿しているヒーロー詳細解説シリーズで、各ヒーローの特徴だったり、あとはスキル上げの順番だったり、誰と組ませるかだったり、才能はどう振るべきだったり、そのあたりは各ヒーローごとに作ってますので、もし興味がある方いらっしゃいましたら、ご覧いただけると嬉しいなと思います。今日お話しさせていただいた、サンタについても、今回の動画だけは全然足りないので、近日、投稿させていただこうかなと思ってます。で、そんなわけで、ここまでちょっと雑談してきたんですけど、ちょっとさすがに最近戦闘動画で本編見なさすぎなんで、ちょっと見ていきたいなっていうふうに思うんですけど、現在は、大都市にラリーを打ちながら、相手の補給を阻止するために野戦をしている状況ですね。ただこれ、4方向から、相手は補給することができるので、なかなかそれを完全に阻止するっていうのは結構難しくて。あと今回、相手はサンダー使ってないんですけど、仮に相手がサンダーを、すいません、サンダーを使ってた場合って、本当に削っていける量としては少量になってしまうので、本当3分に1回、じゃあ1部隊でも補給許したら、もう逆戻りになっちゃうんで。で、もちろんこっちも野戦していけば、その分、野戦部隊が、負傷していくわけなので、じゃあその回復のために、じゃあ部隊を、シェルターに戻していったりしちゃうと、じゃあその隙を相手が狙ってきたり、ある程度野戦で、拮抗している状態だと、大都市戦っていうのは、なかなか大変なのかなと思います。あくまで、夢の封鎖だと、3都市での戦いになりますので、じゃあ敵主力を、じゃあ別の都市に引きつけてる間に、じゃあ本命の都市を落としたり、あとはもうひたすら戦って、活動限界が、どちらが早く来るかのね、我慢比べが起きたりします。ただ、個人的には、この大都市での集団戦が、闇の封鎖での一番楽しいポイントだと思いますので、今後も、大都市での戦いの、戦闘動画を、お送りしていこうかなと思いますので、そちらもご覧いただけると、嬉しいなと思います。はい。では今回の動画はこの辺りで、動画の方、締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。